こんにちは、FETC のタイとカメラ裏の藤井です。はい。じゃあ今日は何の企画ですか？今日はちょっともう9月入っちゃったんですけど、残暑で結構暑いんで、ごくごく飲める冷茶ですね。急冷式の冷茶を入れていきたいと思います。急冷式ってことは普通の水出しとかとはちょっとやり方が違うってことですか？そうですね。まあちょっとだけ気になる大切なポイントがねあるんで、そこを気にしながら入れていきたいと思います。先に僕入れるんで、入れた後、レシピ見た後になんでどうやって入れたかっていうのを説明していきたいと思います。はい。じゃあ早速入れてみていただきましょう。はい。じゃあ早速その急冷式入れ方ちょっと教えてもらってもいいですか？急冷式、まず器具ですね。普通なんですけど、急須、スケール、あとジャグですね。あと茶こし。これはガラスのグラスですね。夏っぽいんでガラスのグラスです。あとこれタイマーです。っていう感じですね。茶葉はですね、こちらの見えますかね。静香りっていう品種で、華やかな香りと爽やかな渋みですねがうまくバランスよくマッチしてて美味しいものになってます。じゃあ今回その味わいを生かしたレシピでやっていきます。今回 300ml ですね。トータルこのジャグにあるお水の量が 300ml ですね。で入れていきたいんで、だいたい氷 30% 対お湯 70% の分量です。今回トータルが 300ml なんで、氷が 90g とあとお湯が 210g ですね。で入れていきます。お湯の温度なんですけど、だいたい80度ですね。香り生かしていきたいんで80度で入れていきます。ちょっと今回3パックこうやってあるんですけど、3個ですね。であるんですけど、これちょっと多めなんですけど、濃いめに入れたいんで 3パック。だいたい全部合わせて 12g ですね。入れていきます。茶は 12g 入れたんですけど、これぐらい入ってます。ちょっと多めですね。急須大きいんで分かんないかもしれないですけど、多めです。じゃあお湯入れていきます。80度でだいたい 210g ですね。入れていくんです。よいしょ。タイマー1分40でやっていきます。ちょっと待ってる間に氷測っちゃいます。よいしょ。これが 90g ですね。3割ぐらいな感じです。だいたいこんくらいかな。はい。はい、じゃあなったので入れていきます。よいしょ。今回ちょっと濃いめというか渋み感じたいんで手返しして一回こうやって揺らして入れていきます。これでバランスよく入っていくので、最後の一滴まで落としていきます。よいしょ。だいたいこんくらいですかね。はい。でこれで揺らしてあげて、これで完成です。よいしょ。いい感じの色に入りましたね。こんな感じ見えてるかな。はい。藤井飲んでみる？じゃあちょっといただきます。はい。このね、森内さんのお茶めっちゃ美味しいんですよね。どう？美味しいっすね。結局この森内さんのお茶の一番の魅力って香りじゃないですか。特にこの静香りってハーブとかね、ラベンダーとか、そういういろんな香りがするお茶だから、それが普通に水出しした時よりも結構感じやすいというか。いいね。ね。渋みもちゃんとあるから、ごくごく飲みやすいお茶になってるよね。確かにいっぱい飲んじゃうね、これね。だいぶいい。ごくごく飲める方がいいからね。これはいい。美味しいね。美味しく入りました。
はい、じゃあ美味しい冷茶が入ったところで、ちょっと今回の入れ方についていろいろちょっと聞きたいところがあるんですけれども、まず一番に、今回その急冷式で入れた理由って何なんですか？これはお茶の味とか香りを全部感じたいからですね。理由があって、水出しっていう入れ方もあるんだけど、水出しだと旨味を感じたい時っていうのはもうベストなんだけど、急冷で入れると渋みとか香りがバランスよく出てくれる。高温で80度で今回も入れて、でこれバランスよく旨味だったりとかもバランスよく出てくれるっていうのがいいところ。バランスよく出るとごくごく飲めるんですよね。今ちょっと夏なんでごくごく飲みたいと、今も今日も飲んでるんですけど、そうごくごく飲みたい時はやっぱり急冷。あとぶっちゃけ水出し結構時間かかっちゃうんで、すぐ飲めるっていうのは急冷のいいとこですね。なるほどです。確かにじゃあ水出しで飲めないお茶の渋みとか香りが急冷式だと楽しめるってことですね。そうなるほどです、なるほどです。わかりました。じゃあ2つ目の質問なんですけれども、今回茶葉結構多めに使ってたじゃないですか。あれって何か理由があるんですか？冷たい飲み物を飲んだ時に味を感じづらくなっても、しっかり味わえるように入れてます。人間の舌って冷たい飲み物を飲むと、香りとか味、特に甘さとかも感じづらくなっちゃうんですよね。その分濃く入れてあげると、香りもよく出るし、旨味もよく出る、感じやすくなるっていうのがあります。もう一点としては、今これ氷入れてるんですけど、氷置いておくと溶けきっちゃうんで、溶けきって薄くなっても美味しく飲めるように多めの茶葉を使ってます。なるほど。じゃあ3つ目の質問です。氷とお茶は今回3対7で入れてたと思うんですけど、その理由は何ですか？これはお茶の濃さに関係してきます。3対7だとちょうどよく氷が溶けきっていい感じの濃さになるっていうとこですね。お湯の温度だったりとか、あとご家庭の氷を使うか、どっかで買ってきたちゃんと溶けづらい氷を使うかっていうところで変わってくるので、だいたい 20% から 35% の間で調整してもらえるといいです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後の質問なんですけれども、今回静香りっていうお茶を使ったと思うんですけど、こういう急冷式で入れるのに向いてるお茶ってどんなお茶ですか？渋みと香りがしっかりしたお茶ですね。急冷で入れてあげるいいところがやっぱりバランスがちゃんと出る。でバランスしっかり味わえてごくごく飲めるっていうところなんで、今回80度で入れたんで、香りと渋みがどっちもうまいこと出てくれて美味しいよねっていうのが今回のやつですね。僕らのサイトにあるお茶だと藤枝香りとあと奥遥が適してるかなと思います。あとはそうだな、高温で入れてあげるほうじ茶、僕らが扱ってるほうじ茶は香りもすごい強いしうまみも強いんでごくごく飲む夏には結構適してるかなっていう美味しいお茶ですね。これも試してみてください。じゃあ普段水出しでちょっと甘くてまったりしすぎてるなって感じてる人とか、なんか香りが華やかなお茶とかを飲みたい人はこういう急冷式で入れるとより美味しく楽しめるってことなんですね。その通りその通り。なるほど、じゃあちょっと僕もそれ家で試してみたいと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。今回ちょっと急冷で入れてみたんですけど、どうでしたでしょうか？気になるポイントとかあったらコメント欄の方に、あとこの動画がいいなと思ってくれたらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。